フィッシャーザコです。本日はですね、皆様にご報告というか、発表をしたいと思います。単刀直入に申します。私、ザカオは結婚いたしました。噛んだ。結婚いたしました。笑い声が入っちゃったんですけど、妻もいるんですけれど、今この動画撮ってんのが4月なんですけれど、3月の後半に入籍しまして、妻とは、2年半ぐらいになるんですけれど、ゴールインしました。こっからなんですけれど、結婚いたしました。それを皆さんに報告したいと思い、動画を撮っております。みんな知ってるんだけど、みんなを呼んで話したいと思います。じゃあみんな来て。座った？そう何それだろ？いや、なんか俺の人生で初の発表を今視聴者の皆さんに届けたんですよ。視聴者の皆さんに届けたんだけど、緊張するねこれ。今日多分今までの動画の中で一番声量あるもん。いつもと違う感はやっぱあるな。まあ俺らは聞きたいことはいっぱいあるんだけど、案外さ、事細かく知らんくない？知らん。そんなに話してもね。ちょっとじゃあ改めて発表お願いします。フィッシャーズザカオは結婚しました。ハッピーウェディング。ちょっと待ってくださいね。何？バカ混じったね。お祝いバカが。いた。ハッピーウェディングが違えか。もうちょっと後でいいんじゃない？まだ2回目ですからね、ミッション。まあそうだね。今まで友達と会ってる。確かに。率直な今の気持ちはどうなの？一緒に住んでたから、そんなになんか変わんなかったなっていうのはあったんだけど。ああ、そうだね。同棲期間でどんぐらいなの？1年くらい？1年くらい。思ったんだけどさ、うちの奥さんの場合はスマホっていう名前を俺が名付けたわけじゃない。まあそうだね。コードネームじゃない。コードネームじゃないけどさ、動画で言うとき楽じゃん。そんなもう決まってるよ。そうだね。一応あるんだよ。ある。言っていいの？言っていいけど、長くない？長いけど、それしかないじゃん。いやでもそれか、スマホ感じにしたときもっとこんだよ。そう俺らで結婚する前もなんかあだ名みたいなのもついてたんだよ。ついてたね。あれまさかつけたんだっけ？俺がつけました。なんだっけ？薬剤師ダンサー。薬剤師なのよ。ダンサーなのよ。薬剤師ダンサーなのよ。そのまんますぎるんだよ。でも我々から薬剤師ダンサーって呼ばれてくることは知ってますか？知ってます。中尾の奥さん、ほにゃららまたのまま薬剤師ダンサー。その前を決めない。前を決めたくて、今日はむしろそこが俺的にはみんなと話し合いたいところ。俺はあんまり深く聞いてないから、出会いとか、まあそうだな。まあいつぐらいからだったのか、知らないもん。こういう話はちょっと聞かせてくれない。まあそりゃそうだな。ほんとフィッシュはそういう話全くしないもん。全然しない。マジしない。いるっていうのは知ったけど、けどそっからは特に話してない。出会ったのはかなり前らしくて。らしく言って覚えてないの？ダンスのショーケースを一緒に出たことがあって、その時に話しかけてくれたらしいの。舞台袖で。俺出るはずじゃないとこを出ることになって、不安だったんだけど、出番が。その時に話しかけてくれて、話したの俺も覚えてなくて、理由があって、その時、妻ロングヘアだったのよ。その時だから、あんま覚えてなくて。一緒にね。そう。まあね、ショートカットが大好きだよ。大好き。そう。付き合い始めてから、実は話したことあるんだよってことを言われて、2年後、2人とも OB としてそのイベントを見に行った。毎年やってるイベントだったから。見に行って、OB 同士でお酒飲もうぜみたいな感じで、その時に俺は初めてだと思った。そこでもう一回出会ったのね。そう、そこで出会って、そこで一目惚れして、その時にもしかしてショートカットになった。そうなんだよ。そうなんだ。じゃあ、ザカオから言ったってこと？そう。いや、もう初めて知った。そこが知らなかった。知らなかった。でもその一目惚れした瞬間に付き合ってくださいって言ったわけじゃないんでしょ？言ったわけじゃなくて。連絡先を聞いたりとか？そう。聞いて、また飲みに行きましょうよ。行くわやんだよね。そうだよね。そう。先輩だったから、また飲みに誘ってもいいですかみたいな。おー、いいね。お互いお酒は結構飲める。まあでも、そんなでもあ、2人とも好きではあるけど、2人ともそんなめちゃくちゃ飲めるってわけじゃない。で、何回か誘って、みたいな感じで。じゃあ初めてのデートどこ行ったんですか？そういうの覚えてないと大変だよ。確かに。初めてのデートは、覚えてますか？何度も忘れてんじゃねえよ。上野か吉祥寺。これ2人とも分かんなかったら誰も正解分かんない。上野じゃない？
違うのかよ。違う吉祥寺か、荻窪あたりの。高円寺。高円寺だ。高円寺かもしれない。ふんわりしてんな。理由があって、なんか俺の中でビリッとくるものが今回あったのね。感じたんだ。そうやっぱあんだよ。付き合うまでに何回かデート重ねたんだよね。あ、そうなんだ。そう。それがあるから、どこだっけみたいな。っていうのがあるのかもしれない。ただ、付き合った瞬間に、タメ語にしようみたいな感じはあった。おだから年上だから、それまでは、俺ずっと敬語だった。でも先輩だからね。そうそう。なんとなくさ、付き合う前のデートした時点でさ、あ、この人付き合うかもなとかさ、なんとなくあるじゃん。あ、ちょっと無理かもなみたいな、脈ないかもな。まあそれは確かにある。初めてデートを誘った時はなんか感触はあったの？なかった。人どう喋ってくるなと。それはない。でもなんかすごく真面目な子だから、最初の初デートの時はなかった。なんか疲れてるなっていう感じはありました？いや、全くってわけでもないけど最初初めて会った時に先輩とよくご飯行くみたいな話を聞いてたので、後輩に好かれたなぐらいでしかはぁ、なんかさ、いけるなって思っての告白とさ、いや当たっても砕けるような告白がある。まあそうね。どっちだったの？あ、でもいけるなはあった。なんか首めっちゃ振ってたよ。本当に映画見に行ったよね。付き合った当日。それ何の映画が気になるな。ちょっと当てようぜ、まあ付き合う前なんだけど、映画見て飲み屋行って告白して付き合った。告白する前に映画見てる。映画見て。だからそこで恋愛なんだか何年前それ2年半前。2年半前コロナの前だ。ブラックパンサー。クレヨンしんちゃんで。するけど。だってその後付き合ってるからね。そうだよ。天気の子？だよね。すぐ告白したわけじゃないでしょ。カッパーに付き合おうじゃないでしょ。それは違う。再現しよちゃんとした告白もできてなかった可能性がある。まあでもさ、その手前までやって。言いたいことあるんだけど。何ダニエル？お前誰なんだよ。ダニエルの可能性あるよ。ダニエルではないんだよ。そこはザ口下手すぎて長々と話してたんだよね。それを俺に言って。置くときどんどんどどすこよしこい。二人でなんで座ったの？何やってんの？あの時どんな感じだったっけな。個室ここはなんかある？いや、一覧二人で一覧になっちゃってるんだよ。マジで。出会った時から一人のぐらいで付き合ってくださいってことを多分伝えたと思う。キグゲなわけねえだろ。ー。アクション。あのさ、出会ってさ、3、4回目のデートだけど、出会った時からすごい人の顔してて、よかったら付き合ってください。マジでさ、こうなるじゃん。こんな感じ？いや、全然違う。あ、まあその感じなの。あ、じゃあちゃんと言ってるよ。付き合ってくださいって言葉を言うのがあまりにも緊張しちゃって。いや、なんかそれいいな。その話聞いてみんな多分いいなって思うよ。で、なんて答えました？最初言われた時は告白されたって気づけなかった。そんなに曖昧なやつだったの？俺は人生のパートナーを決めるときは出てこなくなるんだよ。これこれこうだから好きなんですってことを説明した結果、多分そのこれこれこうだから長すぎて伝わらなかっオチに行くまでにちょっと集中切れちゃったからた可能性もある。なんか聞き返した、あれ告白されてるって思って。そうだ今告白されてる言われて、そうですって言ってよろしくお願いしますって言われたの。めっちゃいいよ。素直なんだけど素直がゆえにちょっと言葉詰まった話なんです。本気だからこそね。これ戻ってやる。戻ろうで、手繋いで帰ったんだ。って思うじゃん。俺が告白するのが下手すぎて、電車やばすぎて、2人でガンダッシュした。終電ギリギリまで告白でなくあ、そう。それ間に合ったの？間に合ったよね。間に合ったんだ。じゃあよかった。なんかバックナンバーさんとかの歌だと大体間に合わない。間に合わないね。で、ビーン。いや、2人ともさ、ダンスやってるから体力あるわけ。結構走れんだよね。で、付き合い始めた。なるほどね。マジで初めて聞いた。ねえ。どんなところが好きなんですか？すごく真面目な子で、周りの人からも本当に慕われてるから、でもなんか俺と一緒にいる時、一緒にふざけてくれるし、なんかそういうことできるんだなっていうところがすごい可愛い。ギャップを見たんだ。俺
しか見せたことないところ。いや本人もこれ他の人が知ったらめっちゃびっくりするだろうなっていう一面を見せてくれて。そうなんだ。その見せてもらおう。話聞いてた見せないって言ってんだ。ザカオのどんなところが好きですか？発想がすごい変なところから飛んでくるのが面白いなって。一緒にいて楽しい。確かにぶっ飛んでる。ザカオ飽きないわ。ありがとうございます。うわかゆい。かゆい。いやそんなこと言ったら彼も結構真面目ですよね。真面目。確かにずっと真面目ではあるよね。真面目だもんな。真面目。外見的にさ、この横並びになったら一番不真面目そうだけど、結構トップレベルに真面目だと思う。めっちゃ真面目。めっちゃ褒める。ダメ？初めてのチューはどこでした？膝じゃない。膝じゃない。そういうモードチューしたの。場所。知らかったな。付き合ってすぐチューしたわけじゃないでしょ。怖いだろそれ。その前だと俺終電ダッシュしないだしてるぞ。ジャンプアニメとかであるよね、戦い方ね。横並びでこう走って。あれの中バージョンで。そうそう。場所を覚えてはいるかな。井の頭公園。なんか、公園いいわ。いいね、なんか歌にしたい、それ。季節は秋じゃね？秋じゃね？秋でした。秋の井の頭公園でのチューいいな。昼、夜。夜。一日デートして、井の頭公園行きました。ちょっと話して、ザカオからチューしたの。そうだね。井の頭が寄ってったの。そうだね。高頭が寄ってった。いいな、高頭。でもいいね。そっからほぐれてったんだ、いろいろと。そうだね。ちゃんと初めて聞いたわ。まあ、がっつり聞いたことない。二人で甘えんの？俺は多分。甘える側？と。スリスリ寄ってく側か、甘えてもらうためにちょっとツンツンするか、どっち？俺多分スリスリ寄ってる。スリスリ寄ってく。想像つくわ。ザカはそんな気する。だわ。なんで俺なんだ俺はツンツン。ちくわにスリスリしに来る。でもよくこのフィッシャーズを受け入れてくれましたね。付き合った時申し訳ないけどフィッシャーズ知らなかった。あいや、それがいい。それでいい。それが嬉しかったの、俺も。本当の君にぶつかれたんだ。付き合った後にこういう仕事なんだって少しずつ知ってった。本人たちは嬉しいわけでしょ。フィッシャーズのザカオっていう存在を知ってこうなったわけじゃないんだっていうね。めちゃくちゃ嬉しかったね、正直。で、受け入れてくれたと。でも大変ですよね。全然帰ってこなくないですか？結構ね、時間が読めないんだよね、俺ら。だからこそちょっと負担をかけちゃう部分はある。でもなんかそれもすげえ理解してくれてて。ありがとうございます。そうね、本当にだから助かってる。健康面も気にしてくれてるんだ。で、俺がそれに抗ってるから。あらがうな受け入れろ。作ってもらったものは食べてる。作ってあげるよって言われた時に、中本食いに行かないとか言っちゃうんだよ、俺が。そうね。いやもう、揺れないで。コレステロール高いのが判明しちゃったんで。そう、この間。薬剤師さんですから。そうだよ。我々に何か体に異常があったら相談できる。それは確かに。俺もめちゃめちゃ高熱出した時にお世話になってる。ちなみにだけど、チョッパー好きで薬剤師になってそうなんだ。俺はありったけの夢すぎる。じゃあチョッパーだ。すごいよ。ザ・チョッパーって何？ザ・チョッパーお前なんだ？お薬をそうしてください。あのさ、婚約指輪を予約してって。あった車の中での話。その旅行の最中に渡すからあらかじめ持っておきたいって言ってて、その予約の日が俺ら車で遠征から帰ってきた日だったんですね。事故渋滞があって、もう2時間ぐらい車動けなかった。そうなんだ。ザカがパッと言い出したんだよね。今日実は予約してて。指輪取りに行かなきゃいけないんだっつってって言われてね、俺らめちゃめちゃ焦って。渋滞のさ、てか、なんでさっき言わなかったの？もうちょっと早めに切り上げてよ、それだったらね。してる時に。いや、ちょっとさすがに仕事中だから言いづらかったみたいな。真面目って真面目この人は渋滞バン抜けて、近くに駅に送った。そうだよね。走って、なんとか間に合って指輪ゲットできて、旅行に持っていくことができて、プロポーズできたと。うわー、あのシーンだけ見ると韓国ドラマ見てるみたいな感じだった。車から飛び降りて、もうあと5分しかないって、間に合わせるわーバーってんだ男が頑張って車のドアバーって行ってくれーって言った瞬間ちょっとスローでわかる。見えたわ。そう見えたんだ。見えた。なるほどね。あの時動画撮ってたよ。むちゃくちゃ頑張ってたもん。撮影の後だったから僕はこれ大丈夫かなって言ってたもんね。ジュエリーのお店だからね、楽な格好でいいかなみたいな。汚い白 T で行ったわ。いやあれはでもか
こよさより泥臭さを取った方が後から絶対話になるからっつってね。俺ら沖縄でプロポーズしたんだもんね。そう、沖縄で。好きだもんね、沖縄ね。ずっと言ってたから。沖縄よく行く。一緒に。一緒に行くんだ。プロポーズの日の話もちょっと聞きたいよね。俺らさ、指輪をなんとか間に合って、次の日は行ってきますってところまで聞いたじゃん。まあまあ、確かにな。で、成功しましたってところまで聞いて、みんなでよかったねみたいな LINE したんだよね。そう。その沖縄で遊んでて、一回ホテル戻って、ちょっと休んでから、もう一回居酒屋夜行こうよみたいな。で、ホテルで渡した。どこで自分の部屋待って、ホテル部屋2つあ、そっか。俺らの遠征じゃないから。別々の部屋がそうだったよ。シルク真面目なんだ。仕事の手だった、ごめん。なんとなくね、女性の夢だと思うんだよね。これやってもらうのって。あー、確かにね。男はそう思うな。そう。実際どうなのかわかんないけど、もうやれなかったんだよね。理由があってもちゃんと。ダンスしながら出すんだよ。それはかっこいい。フリーズで。違うね。つばがるよ。音ハメでね。そう。チャッ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 。めちゃくちゃ盛り上がってるのかもしれないけど、全然それではない。違うのか。なんで落ちるのか。なんか、沖縄着いて、飲んだりとかして遊んでて、で、一回休む理由は、酔い覚ましてからもう一回居酒屋に行こうとかね。旅行の時ってやっぱ楽しんじゃうじゃん。楽しいね。かなり酔っ払っちゃって。いいね。ソファーに座って、眠そうにしちゃってて。目の前ってこういう状況じゃなくなっちゃって。やっても見てくれなそうだね。お願いします。寝とれよ。それ水って言われてもね。そこまでの水はしてないけど。泥酔だ。泥酔ロースがこしとってしまう。怖いよ。フラッシュ間違い方が怖い。なんでお酒飲むと置いちゃう。泥酔ね。バカしょうがねえんだよ。こうなっちゃうんだよ。もうさ、なくなって後ろからこうギュッてやる感じでバックハグ。バックハグの状態でパカッて開けていい。すげえ。結婚しようって言ってめっちゃいい。めっちゃいいやん。めっちゃいいね。その時のなんかちょっと感想的には。向きが違って最初分かんなかったそうだ。お前天然すぎるなよ。親子カメハメってそれはしない。パッて開けたらこう指輪が刺さってるところがポロンってそうそうだから多分一瞬開けた時にってなったんだと思うんだよ。でよく見たらみたいな。やっぱちょっと感動はした。うわこっちは憧れではあった。逆になんか良かったんじゃない。まあそうだね。やるね。いやそのね後ろからこれがいいと思った。確かに。俺も使うかもしれない。絶対使わないじゃんそれは。わざと親子カメハメ。わざと最終日ね。初日？うわ勇気あるね。俺らは結構忙しいから旅行2人とも好きなんよ。たくさんは行けないから初日にプロポーズして婚約者として沖縄旅行を楽しむ。うわだから初日の夜それ素敵やん。なんかいいな。そっから空いちゃったけど親の挨拶しっかり終わらせてまして入籍しましたと。なるほど。ハマったものをようやく全部聞けた。なんかね見えたわ。うちのグループでは2組目というか2人目。そうだ。出て。あれだよ、妻と連絡先交換してたんで。だから余命ができるんで。嫁妻フィッシャーズ妻ーズだ。サマーズみたいな。そこら辺でね、やっぱ連絡取ってもらえるとね、お互いが何かあった時もそう楽じゃん。とか仲間ができるんですそうだね。そうだね。言い方あれだけどやっぱその関わる人もさちょっと限られてきちゃうわけじゃん。どういう生活を支えてるとさ薬剤師ダンサーさんがいると心強いなっての言ってた。これやっぱ別の名前つけた方がいい。そうだね。気になるわ。あれ俺坂本薬剤師担当だねとかさばっかりあったら後ろのパワー強すぎるからなんかあんの考えてきたやつとか2人でその話するでしょ。そういう話したいもん。だけどこれっていうのが出なかった。呼び名候補とか出なかった。ザカズマとか最初あったけどザカズマなんかちょっと怖い。ザカズマ確かに怖いな。なんかもうどっしりしすぎてる。そうそう。なんかいい名前考えといてよ。シルクロードの場合だったらスマクロードとかいけるけど。あ確かに。そうでもマサイ元木になったら妻になっちゃう。キモいキモい浸透させちゃいけない気がする。確かに一番面白いのはダーマだからね。ツーマ。
直すか。なおみちゃん。でもなおみちゃんじゃないでしょ。ビーガール。何やってんの？ハウス見てー。確かに見たいなと思った今。じゃあダンスちゃんとちげんの？そういうのもいいね。絵描かれてた。あとこ。あと絵下手そうよ。普段なんて呼んでる？ゆうちゃんじゃないけど、その名前で。必ずしもさ、つけなきゃいけないと思う。あえてそのまま。でもいいと思うけそれを視聴者さんから呼ばれるのが嫌でなければ。全然。何よければ俺が一番言いやすいから。ど。あ決定しました。俺の妻の名前はゆうちゃんでお願いしゆうちゃんさん、今後ともよろしくお願いします。ます。スマホとゆうちゃんのなんちゃらチャンネルみたいな。なんかそういう回があったの。ありそうね。まあでも幅は広がったよ。夫への司会者だ。俺ら普段何してんの？リベンジチャンネルみたいな。今日は弁当にビオベルミンを入れたいと思います。優しさだけど。今日一番伝えたかったことは入籍しましたってこと。そうだね。素晴らしい。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ゆうちゃんのこと好きかい？大好きで。うわー小学生ぶりにさ、心臓をこうやって鳴らすやつやろうと思ったらめっちゃ半袖でやる。めっちゃ半袖と思って。俺らもいろいろ考えるべきだってきたね。こういうの見て。これで例えばどっちかが好きとかやったりしたら、また考え方変わる。ずーっと坂を見てきたから坂尾が結婚ってなると感動するよ。一緒にちっちゃい頃マンションでスポンポンで水鉄砲やってたんだから。そうだよねそうだよね。公園でほふく前進してたんだよ。俺と坂尾でカメラ散歩しに行ったの覚えてる？そんなやつは結婚してんだよ。浦島やん。お互いに飼ってるカメを用水路連れてって散歩してんの。意味わかんない。そんなね、昔からいる坂尾が結婚しましたと。いや、マジでおめでとう、本当に。見守ってあげてください。すいません。今後とも夫婦とも頑張っていきますので、視聴者の皆さんにも面白い動画これからも届けていくと思うし、夫婦で一緒にセカンダリとか撮れたらいいなと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いしますせーの。アドリブ多分、ザカ指導の聖な流初じゃね？確かにめちゃめちゃいい動画や。初出た動画だっけ？高円寺って言ってたよ、さっき。チョコにした。動画見てくれてありがとう。セカンダリー Twitter インスタグラムやってもネタで登録者1000万億でもかチャンネル登録